皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いしお願いします。ます。ということで、今日はですね、はいまたよくある初心者のお悩みに答えていきたいと思うんですけども、顔、首、肩周りがうまく描けませんという。これ私めっちゃわかるのよ。っていうかね、違うの。なんでかっていうと、私も未だによくわからない。よくわかんないけど、書いてる。なんとなくで書いてる。そう、よくわかんないけど、なんとなくで書いてるけど、やっぱこのなんとなく書ける人たちはできてるんだと思うから、それを今回私なりにわかりやすくちょっと言語化して、みんなに伝えたいと思うので、ぜひ初心者の人はこれを参考に、ちょっともうバランス取れないよとか、わけわかんなくなっちゃうっていうのを一緒に解決していきましょう。みんなもなんだかわかんないけどできないってことなんでしょ？そうなんだ、そうなんだ。むずいね、これ。なんかね、言ってることすごくわかるの。なんか書けないの。この辺がね。はいはいはい。わからなくはない。確かに。そう。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速、顔から首、肩、腕とかあたりのうまく描けない時の対処法なんだけども、まあ今ざっくり絵描いてみました。まあ要はどのあたりかっていうと、今回こう説明したいのは、もう顔は描けてる、ここは描けてるから、顔はいいとして、ここから、まあ大体このあたり、この範囲がうまく描けない。もう要はなんだかいつもよくわかんなくなっちゃう、うまく描けないって人が初心者にはすごく多いんだと思うんだよね。確かに。なので、まずはこのあたりをうまく描けるような対処法を徐々に教えていきたいと思うんだけど、まず一つ目です。そもそもがこう首、肩、腕とかって考えていくから、わけわかんなくなっちゃうよ。なんとなくやっぱ人間簡単な自分が理解できるものの範囲からね、イメージした方がいい。要は人間ってなんかめっちゃ立体的じゃん。なんかさ、もうそれを平面で考えろとかちょっとむずいじゃん、すごく。みたいな。で、なんかリアルなのを見ても、みたいなさ、なるから、まずはちょっと初心者こそ簡単なものでイメージするのが絶対いいと思うので、まずは顔だよね。顔もかけてるんだけど、まあ要はいつも言うこの卵みたいな。丸。顔が卵の丸だとするじゃん。次、首。もう首は簡単なんだけど、筒だよね。なるほどね。みんながイメージするなら、ペットボトルみたいな。あれぐらいの筒がここにあるってイメージする。今私が筒って言ったじゃん。正直こう見えてる部分って限りなくこう四角に近いから実際はね、こういう四角でもいいんだけど、確かに。なんで筒かっていうと、まあ首ってさ、実際はまあ触ってみてもらったわけだけど、筒なんだよ。まあ、そうね。だから、なんかちょっとだけ自分の中で筒のイメージを持ってもらってた方が、いろんな角度から今後描くときにうまく撮れると思う。なので、まあ、ここに筒が書いて、ついてるみたいなイメージ。まあ、トイレットペーパーやな。そう、トイレットペーパーでもいい、トイレットペーパーでもいい、なんでもいい、筒、自分が思う筒。で、その最後なんだよね。肩なんだよ、一番難しいのが。確かに、ちょっと表しづらい。これが初心者がやっちゃいがちなことなんだけど、ちょっと今水色で描くのがダメね。よし、体だと思って、ここに四角がこう体のイメージを持つ。まあ、ロボットみたいなね。そう。これがちょっと良くないね。実際にやってほしい例は、ハンガーわかる？わかる。ハンガーみたいな三角形。それがここにこうやってついてるっていうイメージにしてほしいんだよね。人間の肩って真横垂直じゃなくて、こうなだらかなこういう線になってるんだよね。こういう線に。なんでハンガーがあの形をしてるのかっていうと、人間の肩があの形をしてるからなんだよ。洋服かけるために。そう。だからぜひみんなハンガーを思い出してもらって、ここにハンガーをつけてあげるっていうイメージ。この形のハンガーをここに書いてあげて、体をこうやって下ろしてあげるっていうのが本来のこう肩腕としての描きやすい形のイメージなので、ぜひまず一度この丸、筒、ハンガーっていう卵、筒、ハンガーっていうのをぜひ一回自分の頭の中に入れてみてください。ということでまず一つ目はなんとなく図形で自分の中で絵をイメージしてみるっていう感じでした。じゃあ次、二つ目のポイントです。まあさっき言った、卵、筒、ハンガーみたいなイメージは、まあなんとなく自分の中で分かりました。で、今じゃあ書こうと思ってます、値をみたいな時に、まずみんなが書くたびに何か変わっちゃうとか、なんだかいつも悩むっていうのが、首の太さと肩幅の太さなんだと思うんだよね。要はこれが、今私なんとなくで書いたけど、こう自分の中であやふやだから、なんか書くたびに、どうだったっけみたいになって、首がなんかめっ
っちゃ太くなって、肩がめっちゃこうやって細くなっちゃったりとか、こういう感じで、ね、こういう風になっちゃったりとか、今度、どうだったっけ、この間ちょっとこれ首太すぎるなとか思って、首めっちゃ今度細くなっちゃって、あれなんだっけ、どんだけ肩取るんだっけとかって肩幅がめっちゃ太くなっちゃうみたいな。まあ極論ね、これね。極論でもね、こういうことが分かんなくなってきちゃったりすると思うんだよ、書いてるうちに。めっちゃ書いてるがゆえにね、分かんなくなる、ね。これは超極端な例だけど、要はこれがちょっと毎回微妙な変動が起きてるから、書くたびに安定しなかったりとか、要はバランスが取れないってことなんだと思う。前の方が良かったなって思っちゃうっていうね。そう。あとなんかこう、あれどうだったっけってなってっちゃうっていうのがあるから、まあこれの、なんとなくの比率、絵柄があるから、絶対この比率とは私言えないんだけど、まあなんとなくこれぐらいの比率で書くと迷子にならないのよっていうのを今から教えたいと思います。なるほどね。じゃあ今からなんとなく書いていくね。で、女の子と男の子に分けたいと思います。っていうのも、やっぱりちょっと男の人と女の人で骨格とかって微妙に違うから。確かに。じゃあまず首の太さなんだけど、まあ大体この顔の横幅、書いた顔の幅だね、の、まあ3分の1から4分の1ぐらい。だから、ここで表すと、ここが横幅だとするね。まあ、女の人だと4分の1だとすると、まあ、この半分のさらに半分、これぐらいの太さってことだよね。男性でもしこれが3分の1だとすると、まあ、大体これぐらいで区切って、これぐらいの太さっていう。で、まあ、ちょっとこの丸今、女の人はここ、真ん中で区切ってこちらだからちょっとずらすけど、まあ、大体これぐらいの幅感がここ。で、大体これぐらいの幅感がここ。これが首の大体太さの目安にするといいと思う。なるほどね。まあでも確かに言うように、それぐらいな気がする。そうでしょ？今やってみたらそんな感じでしょ？大体女性が、大体4分の顔の幅の、まあ、4分の1ぐらい。で、男性がこう3分の1ぐらい。これあくまで目安ね。そんなきっちりやんなくてもいいんだよ。あと自分の中でしっくりくるの探してね。まあ、顔の今、下先生はこの顔の大きさだから、これだけど、もしかしたらもっと顔がね、大きいとかちっちゃいとかあるかもしれない。あとまあ、覚えておいてほしいのは、首を細くすればするほど華奢だったり子供に見えて、首を太くすればするほどマッチョだったり、がっつりした男の人みたいな感じに見える。マッチョみたいな。そう、だからそういう体格の差もあるから、あと自分がどういう絵が好きかっていうのにもあるから。そうだよね。ただなんか初心者のうちはなんとなくこれを目安にするといいと思う。なんかちょっと変には見えにくいってことね。そう。で、今のこれが首のなんとなくの目安。じゃあ次肩だよね。いや、この肩幅がまたわけわかんなくなって難しい。ちょっとむずいかもしれない。で、肩幅なんだけども、まあ大体、2倍から3倍ぐらい。顔のってこと？顔の、その顔、今の首が4分の1とか3分の1だったら、顔の2倍からまあ3倍ぐらい。これも結構幅があるんだけども、まあちょっとそれのイメージでやりたいと思うので、まあ顔のね、髪の毛で取るんじゃなくて、なんとなくこの今顔の幅で取ったんだけど、まあ大体今この顔幅の2個分だよね、この女の子だったらね。大体ここ真ん中だとして、まあこれがもう1個ぐらいある。イメージ。まあ、ざっくりだよ、みんな。そんな、すごいきっちりやる必要ないからね。まあ、ざっくりこれぐらい。で、男の人だと、3個分、これなんか重なっちゃいそう、絵が。まあ、これがもう1個。もう3個じゃ大きいかも、私の絵だと。2.5 でいいよ。私の絵の場合、男の人は 2.5 で良さそう。これちょっと被ってここら辺。確かに3個だとちょっとなんかゴリマッチョゴリマッチョになっちゃうと、かなり3だとでかいっていうことがあるから、まあ2から 2.5 で私の絵柄はいい良さそう。で、こんなイメージ。ちょっとなんか変な感じだけど。肩描いてくれると分かりやすい。そうでしょ。これちょっと変な感じで、これを目安にちょっと今から肩描いてみるね。こんな感じで、私の絵柄的にはしっくりきてるかなっていう感じ。っていうイメージでやりました。で、最後に、まあできたら、鎖骨をね、こうやって描いてあげると、ハンガーのさ、ちょうどこの下線部分のイメージで大体いいから、こう鎖骨を横にこうやって描いてあげると、男の人は結構くっきりとこういう感じでね、まあより首っぽくは、肩っぽくはなる。まあでもその鎖骨は正直好みだから、書いても書かなくてもいいよって感じ。あればリアルだけど、なくてもいいよっていう感じです。洋服さえ着せてあげればね。そう。っていうイメージで今、もう一回確認するね。首は女性の場合はだいたい私だったら顔幅の4分の1。で、肩が2倍。で、男性だったら首が3分の1。肩が 2.5 倍。これが今私の絵柄だとしっくりくる幅感でした。これ一回みんな自分の絵柄で試してみるといいと思う。確かにね。そして自分で目安を持っておけば、まあ今後はもう毎回それぐらいの大体比率で囲って目安ができるから。確かに。で、書き慣れてくれば
こんなこと考えなくても、なんとなく自分のいつもの目で、まあこんな感じだなで描けるようになるから。まあ一番初めは、その安定しない人は、そう、安定しないうち、バランスが安定しないよって人は、ぜひよかったら、この比率をちょっと意識してやってみてください。じゃあ次です。ポイント3つ目です。今ちょうど私たちはこの辺りまでを頑張って今覚えてきたじゃない？肩までね。でもさ、もう一個大事な忘れちゃいけないのは、こっから下の部分なのよ。要は、上半身で書いてってた時は、大体みんなこの辺ぐらいまで書かなくちゃいけないよね。なんだったら、肘ぐらい。全身かぐらいのもっと下まで理解してなくちゃいけないから、とりあえずこの辺りまでを書きたいじゃない。で、やっぱさ、ここまで肩幅は取れたよって話だったけど、じゃあ肩幅1個まだ私今何の知識もないよね。じゃあなんとなく頑張って、今のこの比率で書けたし、書いてみるかと思って腕から下を書いていくじゃない。で、あれ腕ってどんな太さだってわけわからなくなってくるじゃん。まあでもなんとなく結構太いよなと思って、まあこんな感じで書くじゃない。よし、あれと思うよね。これ書いてこうやって服装になった時に、あれなんか待って、バランス悪いかもってまたなるんだよね、ここでね。わかるからこれ S がいつも書く絵はこれなんだよね。まあ、もっと俺腕細いけどね。だったり、あとは、あれわかんないなぁと思って、これはここの幅が今度わかんなくなるんだよね、次、初心者の人ってのは。ここの比率がわけわかんなくなる。わかんなくない、その気持ちは。でね、なんでかなっていうと私ね、やっぱ私正直ここが絵で一番難しいとかと思ってんの。そうなんだ。っていうのも、ここの可動範囲がやばく広いし、要は体のここからここって、今見せてるここってね、正面、横、斜めで見え方が変わっちゃうんだよ、すごく。確かに変わる、全然変わる。それのせいで余計私たちをこんがらがしてるんだと思うよ。なんだかもう、わけわかんなくさせてるポイントだと思うの。なので、ここをちょっとなんとなく理解できるように、今ちょっと詳しく説明していきたいと思います。じゃあ、知っといてほしいのは、正直体よりもポイントとしてはね、肩から二の腕の話なんだけども、二の腕っていうのは、正面から見た時っていうのは、全部見えないっていうのを知っといてほしい。二の腕っていうのはまあ、こう自分で見た時、これぐらい太さがあるなとかさ。ここでしょ？まあ今絵に描いてもさ、まあ大体これぐらいの太さがこの人の二の腕広げた時にあるなと思うじゃん。また横に広げた時。これぐらい二の腕あるなと思うじゃん。これぐらい広げた時にね。ってことはこの幅があるんだから、下ろした時ももちろんこの幅なわけで、ここに同じ幅の二の腕描きたくなっちゃうじゃん。だからこうやって二の腕の幅を今の肩幅で取ろうとするとこうなっちゃうんだよね。カッてなって、ここの体の幅が消えちゃうのね。ここが消えちゃうってことね。そうなのよ。だからね、二の腕っていうのは下ろした時は、この上半身の後ろ側に来てかけちゃうと思っていいの。なるほどね。だから実際こんだけ横にした時は二の腕こんぐらいの幅があるんだけども、下ろした時っていうのは先に上半身の幅を描くから、で、肩のその付け根からこうピッピッってきて上半身の幅。だいたいこれがね、顔に対して、こう自分の顔があるじゃない？ててててててっと下ろしてきて、まあ 1.5 倍ぐらいだと思う。でこの 1.5 倍ぐらいの体を描いた時に、残りがここの腕ピーッと下ろすんだけど、かぶって消えちゃって、正面から見えてる二の腕っていうのは実際の3分の1とか、2分の1ぐらいのイメージでいいと思う。俺がさ、だからいつもさ、描いちゃってるのってさ、そうなっちゃうとさ、普通の人こうじゃん。じゃなくてさ、こういう感じで絵描いちゃって。こういう感じになっちゃうから、全部を入れようとして、この幅全部を入れたいから、逆に、こう、もっこりしちゃう、すごくこういう風に。こういう感じになってるってことこういうことになっちゃう。こういう感じに。普通の人間ってこういうことでしょ？そう。だから、この二の腕が、もちろん幅が合ってんだよ、この幅で。横から見た時と上げた時は。でも正面から見えた時は、見えてるのって、この青い部分のこれぐらいだと思った方がいい。これぐらいが真下に手を下ろした時の話だよ。確かに。下ろしたら見えるから、実際絵にする時は、これぐらいの幅を描けばいいっていうイメージ。確かにそうだ。それを知っておくと、全然ここのイメージの取り方が変わってくると思う、みんな。確かに。それ言われたらそうだと思う。ただまあ難しい。私がさっき言った難しいって言ってるのは、腕をそれでもやっぱ開いたら見えてくるんだよね。この欠けてた、ここにほらあった。この欠けてた、そうだよな。欠けてたここの部分が開いた時はここに見えてくる。こういうことでしょ？こうやって見えないけど、こうやったらどんどん見えてくる。そう。だから腕を開けばちょっとそれなりに太いよ。だけどピチってしたら結構ここ見えないが細いよ。ここの部分の誤差が難しくて。なんか人体模型みたいなさ、こういうなんかやつあるよね。そう。難しいんだけど、それを知っておいてほしいなっていうイメージ。なるほどね。ここ側にこう見え
ないこう二の腕があるから、体にピッチくっついちゃって。確かに。くっついてる、ピチッとしてる時はね。ここのこういう幅が実はあるんだなっていう。だからピチってなった時は、正面から見た時の二の腕ってちょっと細いんだ、みたいな。たださ、もちろんこれも一生ピチで行くならいいんだけど、下半身まで。こうやって下半身があって、ずーっとここまでピチならまあこの感じでいいけどさ、やっぱさ、途中でさ、手さ、ちょっとこういう風にしたくなるじゃん。まあそうなった時はまたちょっと見えてくんだよ、幅がね。だからちょっと難しいんだけど、こういうね、ちょっとそのポージングによっては見えてきたりとかするんだけど。ずっとぴっちり気をつけてもないもんね。そうなんだよね。まあでもウエストも徐々に人間って細くなって、ここがくびれってこと細くなってくから、男女でも共に多少女の子の方がくびれるんだけど、だからまあやっぱここら辺からちょっと腕がまあ見えてくるみたいな。というかここの部分が結構欠けてるよっていうのは知っててほしいんだよ。っていうのが正面の話だよ。これがさ、斜めとかになった瞬間また変わっちゃうよ、ちょっと。そうだよね。だって全然見えるからね。そう。で、またみんなこんがらがるのね。それはこんがらがるわ。わけわからん。でも、今一回正面でビチした時の二の腕は欠けるってことが分かったじゃん。じゃあ今のをちょっと覚えた上で、ちょっと斜めの応用も話していきたいと思います。今の話をした上での、まずそもそも斜めの当たりの話なんだけども、まず一個覚えといてほしいのが、正面だったらあんまり深く考えなくてよかったんだけど、斜めの時に首をかく時、これはちょっと今回あんまり関係ない話だから、簡単に説明するけど、正面の時、顎のこの先端の真下から首がこうやって中心が出るから、と思ってここから首出さないようにだけは絶対気をつけてほしい。これ絶対ダメな例ね。首っていうのは耳の中心から降りてると思った方がいいのね。だから耳のここから出してあげてほしい。中心がこう、首っていうのはどっちかとこの首で耳を中心にこうピーって出てくるみたいなイメージで当たりを取ってあげてほしい。斜めの時も。真横の時もね。っていうのはなんとなく今応用で覚えておいてもらって、その後なんだよ。だからみんなが困るのはこの後なんだよ。これは分かってるんですと。要は肩なんです、問題はって話だと思うんだよね。正面の時みんなさっきやったよね。こう丸書いて、筒書いて、ハンガー。このハンガーがさ、この時はこことここがこう同じようなイメージでさ、書けたじゃん。まあ1対1ぐらいでね。で、ここで書くハンガーは、これよりもキュッてまず細くなる。これまたちょっと見えてくる角度によって変わっちゃうんだけど、ちょっと奥の方が出ているかなぐらいのイメージのハンガーで、ここがね、難しいんだよね、すごく。で、首もこういう、さっきの筒はこういう風につくイメージになります。これがさ、だから正面の時の、これよりも横から見た時のハンガーはこれぐらいの幅感になってるイメージ。わかる？これぐらい細くなってるイメージ。ここの幅がちょっと潰れてる感じなんだね。そうのイメージにしてあげた方がいい。同じ幅感で書くとやっぱ肩がビッて出ちゃうと思うから。で、さっき言ったように二の腕手前側は今度もう全部見える。こっち全部見せていい。で、奥はより見えなくなる。そうよね。まあでも分かったよね。さっき見えなくなるってのは分かったじゃん。正面の時に二の腕見えなくなって。これがだから奥側はこうもっと見えなくなる。ここに本当にこんだけあるけど、見えなくなってる。見えてるのはここだ。これだけになる。で、手前は全見える。みたいなイメージで当たりを取ってあげるとバランスよく取れるようになると思う。これはなんかさ、言われてる時は分かんだよね。ただいざ書こうってなるとさ、多分ちんぷんかんぷんなんだよね。まあそうだよね。まあで、これを当たりにしてみて、ちょっとペン入れてみるけど、まず、ここまではいいね。ここまではみんな。大体、ほとんどの人はここまではいけると思う。顔ね。まず肩が、さっきも何度も言うけど、垂直、これ真横になんないのだけ気をつける。これやりすぎね。大体ちょっと斜めにハンガーをイメージしてあげる。で、これが、超急ハンガーだとまたすごい撫で方になっちゃうから、まあ、お好みですら自分の好きな角度を見つける。で、手前の腕は全見えてる。今度は全見えてるから、太くていい。こんな感じで全見えしてます。で、まあ T シャツの袖とかを書いてあげてください。こんな感じで。で、重なった部分は消して、こんな感じです。で、首は筒だから、こうじゃないんだよね、切れ方が。筒でこういう風についてると思ってほしいんだよね。で、こういう形で襟とか書いてあげると、まあ大体バランス良くなる。で、今ちょっと付け根すぎるけど、ちょっと私は実際襟はこれぐらいの幅で書きたいから、まあ、これぐらいのイメージでちょっと取ります。こんな感じかな。で、鎖骨は見えないけど、ここにこういう風に入ってるイメージ。で、奥だよね。これもこのハンガーの角を持ってきてあげて、気をつけなきゃいけないのは、こっちは隠れてる。こっちを全部見えてるにしちゃうと、こうなっちゃうからね。こういう感じになっちゃう。意味がわかんなくなっちゃう。意味がわかんない。だから、奥側は、上半身の腕よりも、二の腕よりも上半身優先で先に書いてあげる。で、奥
前にちょっとだけ見えてる何かを描けばいい。ちょっとだけもう見えてる何かのぐらいの感覚でいい。これで描いてあげると、初心者の人でもなんとなく描けると思う。この肩の難しい部分が。とにかく、一番知っといた方がいいのは、正面の時に二の腕はちょっと欠けてるんだっていうぐらい。かぶれ、ここに、内側にこう入っちゃってて、欠けてるんだぐらいのイメージ。で、斜めになったとしたら、手前側の二の腕は全見えする。で、奥はまたもっと欠けるんだ。ぐらいのイメージがあれば、まあ、なんとなく今まで複雑だった、よくわかんなかった部分が見えてくるとは思う、自分の中でね。でも、正直あと最後のこれポイントなんだけども、あんまり深く考えない方がいい。私はね、本当に絵を描いてると思うんだけども、深く考えれば考えるほどね、わけわかんなくなってくるし、なんか絵が硬くなってきて、変になってくる時あるんだよ。でさ、誰もさ、正確に描けなんてさ、言ってないんだよ、誰も。なんかその、世の中の誰もが絵を見る人たちは正確に描けみたいなこと言ってこない別に、ね。なんか答えがあるわけじゃないもんね。そう。その算数とか、1+1は2みたいなさ。で、多少狂ってたり、ちょっと狂ってたって、それがもうこの人の絵柄ですだったり、それがなんか味なんですってもうさ、訴えていっちゃう絵ってあるんだよ。だからそう思うとこっちも受け取る側も、いい絵だなと思っちゃうから、正直その肩がね、ちょっと変だったりしたからって、その絵が悪いわけじゃないのよ。何も。首が太くても細くても長くても短くても悪い絵じゃないのよ、別に。だけど、自分で何か引っかかるっていうことがあるんなら、自分で納得してないのは良くないなと思う。だから要はね、周りの人の意見なんかどうでもいい。だから自分がちょっと変だなと思うなら、やっぱ自分が納得いくまで直すってのは私いいことだと思うから、だからぜひ自分がしっくりくるっていうぐらいの幅感だったり、ポイントを見つけて、あとは、まあこれぐらいでいっかぐらいの気持ちでぜひね、みんなには書いてもらいたいなと思います。下先生は自分なりの、だからしっくりくるを頑張ってなんとか見つけてたんだ。そう、見つけてたし、正直、今でもわけわかんなくなって、今でも私首派の幅とか、長さとか、わけわかんなくて、あれとか思って、全然、なんか自分で何度も調整かけてて、わけわかんなくなってるよって話をした。プロでも、私そこら辺難しくてわけわかんなくなってるから、全然初心者の人が書けないの当たり前だから大丈夫。もう気にせずみんなどんどん書いてってください。とりあえず、まあこういうやり方があるよってことを知ってもらえるんですよね。知っとくとちょっとさ、違うじゃん。こう、比率とか、こう、なんか見え方とかをさ。ということでな、みんな深く考えず、でも今回はなんとなく知ったねっていうぐらいで、ぜひ自分のように活かしてみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしもとしんと。バイバーイ。